ご視聴ありがとうございます。解説担当のずんだもんなのだ。四国メタンよ。今回は UI やツールチップ、HUD などに関するモッドについて紹介するのだ。バニラにはない情報を増やし、クオリティオブライフを上げる要素を持っているモッドたちよ。このチャンネルでの勝手なクオリティオブライフ解釈は、ゲームのちょっとした不満点を改善して満足度や楽しさ、快適さなどを向上させることを言うのだ。 UX ユーザー体験の向上を目的としたものね。まあ僕が勝手にそういったジャンル分けをして該当しそうなものを集めただけなのだ。要するにバニラをより快適に遊べるようにするということね。そしてすでに過去にも類似の特集を組んでいるので、それらも合わせてみるとより快適にできるのだ。それでは早速始めるわ。Path Tracker。探索経路を軌跡として視覚化するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリックに対応。前提モッドはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。マルチディメンショントラッキング。オーバーワールド、ネザー、エンドをまたいで移動経路をシームレスに記録。次元ごとに個別のトラッキングデータを保持するわ。複数のトラッキングセッション。探索ごとにトラッキングセッションを作成。一覧表示、切り替え可能。用途に応じた管理ができるわ。カスタマイズ可能なオプション。色、分割数、線の太さなど表示スタイルを自由に設定できるわ。振動オーバーライド。振動テストの切り替えによりトラッキングラインをブロックの後ろか上か表示方法を制御可能よ。手動保存コマンド。ゲームを終了せずにいつでも現在のトラッキングデータを保存できるわ。キー設定対応。トラッキングや描画のオンオフを自由に割り当てたキーで素早く操作可能よ。迷いそうな時に素早く有効にできるのはありがたいのだ。そうね、このモッドは迷いやすい回廊型ダンジョンなんかで大助かりね。地図モッドがあっても立体的な地下の状況って分かりにくいから、立体的に表現されるこの軌跡表示はありがたいのだ。さて、変えたくなると思われる軌跡の色変更コマンドについて解説するのだ。このコマンドを入力して16進数のカラーコードを RGB 形式で入力するのだ。黒から赤に変わったわね。この6桁の数字とアルファベットの意味がわからない人はネットで RGB コードとかで検索すれば意味がわかるのだ。簡単に言えば赤緑青の色の濃さを数値で表す方法で書かれているのよ。マイクラとは関係ない知識になるから、知りたい人は各自で調べるのだ。Omnidirectional Sound。音源の方向を表示するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリックに対応。前提モッドはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。方向音矢印。ゲーム内の音に反応して矢印が動的に表示され、音源の位置をリアルタイムで示すわ。高度なカスタマイズ。矢印のサイズ、位置、オフセット、フェード時間、無視する音の設定まで自由自在よ。静的モード&動的モード。矢印を上下左右の固定位置に表示するか、音の方向に回転させるかを選択可能ね。フェード時間調整。矢印が表示され続ける時間を自由に設定可能よ。無視する音リスト。表示の煩雑さを避けるため特定の音を除外することができるわ。編集モード。UI に合わせて矢印の位置を微調整可能な編集モードを搭載しているわ。聴覚に不安がある方や周囲の状況把握をより強化したい人に特に有用なモッドなのだ。Talk Balloons。チャットでメッセージを送信した時にプレイヤーの頭上に吹き出しを追加するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはファブリック API、クロスコンフィグ API が必要よ。主な機能や特徴。吹き出しを表示。チャットメッセージ送信時にプレイヤーの頭上に表示される吹き出しはメッセージの長さに応じて自動調整され、大きなメッセージにも対応しているわ。豊富な設定項目。設定ファイルからは吹き出しの最大、最小幅、文字色、表示される吹き出しの数などさまざまな項目をカスタマイズ可能よ。ユニティトランスレート翻訳対応。音声をテキストに変換し多言語に翻訳できるようになるわ。試したけどうまいこと動作しなかったので誰か試して教えてほしいのだ。
Enhanced tooltips. ツールチップをオーバーホールし追加情報を表示するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリックに対応。前提モッドはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。ツールチップに追加情報を表示。食料、防具、バケツエンティティ、スポーンエッグ、カテゴリ及びモッドバッジ、地図、耐久値、これらが追加されより比較的情報や詳細情報をストック可能になったわ。豊富な設定。好きな色味にしたりツールチップの大きさも変えられるわ。以前紹介したフードエフェクトツールチップス、エフェクト、ツールチップ、ツール、フレアネスなどの機能を盛り込んでさらに豪華にした感じなのだ。ただしこれら全ての機能を体験したいのであれば 1.20.1 では体験不能よ。 1.21.1 や 1.21. 5でポップアップアニメーションやアイテムタグが表示されているのを確認したのだ。今後バックポートされるかどうかは祈るといいわ。個人的な意見だからさらっと流してほしいんだけど、 1.20.1 環境で軽量化や没入感向上系くらいしか導入していない人はもう 1.21.1 以降に移住しても良さそうな気がするのだ。冒険も工業も楽しみたいあんたはなかなか移住できなさそうね。甘いのダメタン。僕は環境を複数用意してどちらも楽しむのだ。いいご身分ね。Item descriptions. ブロック、アイテム、エンチャント、モブにユニークな説明を追加するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。アイテムの説明。アイテムの用途や由来、その他便利な情報が簡潔にまとめられており深すぎない程よい知識を得られるわ。ブロック、延期機の説明。ジェイドまたは What the hell is that? がインストールされている場合コントロールキーを押すことでブロックやエンティティにも説明が表示されるわ。エンチャントの説明。バニラの全エンチャントに対して説明が付けられているわ。エンチャント説明モッド、エンチャントメントディスクリプションズに対応死後完成があるけど基本的には本モッド独自の説明が優先されるわ。まともなチュートリアルが皆無なマイクラにヒント的要素をちょい足しするなかなかいいモッドなのだ。マイクラ初心者にはうってつけのモッドね。でもマイクラ初心者はモッドの存在を知らなかったり入れ方がわからなかったりそもそもこんなモッドがあることすら思い至らないと思うのだ。そこはまあモッドに詳しい人がマイクラ初心者のお友達に入れてあげるしかないわね。Status effect bars. ステータスエフェクトオーバーレイにカスタマイズ可能なバーを追加しエフェクトの残り時間を表示するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリックに対応。前提モッドはクロスコンフィグ API。 主な機能や特徴。バフアイコンの表示。メイン画面にバフの効果時間がわかる可愛らしい小さなバーが表示されるわ。そしてビーコン効果や非常に長時間の効果など特定の状況では自動でバーを非表示にして画面がぼちゃつかない配慮がされているわ。柔軟な設定項目。色や位置を自由に変更できる設定が用意されているわ。以前紹介したスタイリッシュエフェクトとかも同等の機能があるから自分の好みで選択するといいのだ。ちなみにスタイリッシュエフェクツはフォージとネオフォージに対応しているわ。ついでに類似モッドをもう一つ紹介しておくのだ。Status effect timer. ステータスエフェクト HUD アイコンにタイマーをオーバーレイするクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリックに対応。前提モッドは必要ないわ。この手のモッドは他にもあるから好みで選ぶといいのだ。TN timer, on screen. 画面下部にカウントダウンタイマーを表示するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。TNT カウントダウンタイマー。 TNT がいつ爆発するかを正確に表示するカウントダウンタイマーを画面上に表示。細やかな設定項目。カウンターの表示位置、
TNT カウントダウン個数、文字サイズなど、ただカウントダウンするだけにもかかわらず、とてもユーザーフレンドリーな設定画面が用意されているわ。数ある類似モッドの中で多分唯一 TNT 上に表示されていない見やすいタイマーなのだ。これは TNT から離れても見やすくていいわね。紹介しておいてなんだけど、この機能が必要な場面があまり思いつかないのだ。モッドページにはベッドウォーズでジャンプのタイミングを測るのにどうこうって書いてあるわね。けどチートに当たらないのかしら。In-game stats. 採掘または配置されたブロックの統計情報を動的に表示するゲーム内で設定可能なオーバーレイを追加するクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはパブリックに対応。前提モッドはパブリック API、クロスコンフィグ API が必要よ。主な機能や特徴。伐採、採掘または設置されたブロックの数を動的に表示するだけなのだ。何の役に立つのかしら。今まで生きた証。カウンターリセットがあれば何かしらの計測に使えそうだけど、特に設定はないわね。設定では位置の変更や表示スタイルなど細かく設定ができるから、気になる人は使ってみるといいのだ。Pick up notifications. アイテムを拾った際にポップアップ通知を表示するクライアントとサーバー両方に必要なモッドよ。モッドローダーはパブリックに対応。前提モッドはファブリック API。 主な機能や特徴。アイテムを拾ったら画面上に通知が出る。ただそれだけなのだ。表示位置や文字サイズ、文字背景の透過度など細かく設定できるのが特徴ね。ルートジャーナルとピックアップのデザイアなどのルーツモッドもあるので、自分の好みで選択するといいのだ。ルートジャーナルは確かショート動画で軽く紹介したわね。それでは締めなのだ。この動画が良かった、今後も続きが見たいと思ってくれたそこの素敵なあなた、チャンネル登録と高評価してくれると今後の動画作成の励みになるので嬉しいのだ。それからこの動画で紹介したモッドについてブログで日本語化リソースパックの配布を行うかもしれないので、概要欄のリンクからダウンロードしに来なさい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。なのだ。それでは、よきも。